どうも、田舎者です。ということでね、気がついたら2022年ももう終わりですよ。ということでね、今年自分は何をやれたのか、皆さんと一緒にね、振り返っていきたいと思います。で、まずね、思い返すことといえば、昨年末の自分の編集環境ですね。床下から吹き出すね、冷風に耐えながら編集していましたが、そのことを思えばね、今はエアコンもあるし、床もあるし、よくわからんこの穴もね、この人適当に塞いだし、かなりね、人間らしい環境で暮らせるようになったなと、実感しますよ。で、まずはね、2022年、どんな抱負でこの家に取り組んだかっていうとですね、この年初に引いたおみくじですね。建築、急いでも無駄と。そんなね、はっきり神様言い切ることあるんかなとね、思いつつね、今年はのんびりやるかと、まず触り始めたのが、この薪ストーブ部屋の巨大な隙間ですね。当時はね、まだここで寝起きしていたんで、この隙間風ですね、これが本当にね、辛かったですね。かといってね、あんまり難しいことやりたくないなと思って、手軽にやれるのないかなと思った結果、この発泡ウレタンスプレーですね。で、一番驚きなのが、この動画がですね、このチャンネルで過去一番再生されてるっていうね見てほしい動画ってこれじゃないんやけどなと思うんですけどね。実際作業内容もいつも通りめっちゃ適当で、もうその辺にあったバターナイフで押し込むっていうね、こんな作業を31万回も再生されたら、ある意味こう自我が崩壊するなとそんな複雑な気持ちなんですけどね。スプレー台の元は取れたんでよしとしましょうかね。結果としてはね、隙間風はかなり改善したけど、見栄えは微妙なことになりましたね。この自分がね、こだわりながら作ってきた木目の生きるこの薪ストーブ部屋の隙間という隙間に挟まる緑の物体。もう今となってはね、完全に目が慣れて違和感さえ感じないんですけどね。ただこれではね、まだ寒いということで、実家でもらってきたこの布の余りですね。これを裁縫の先生が見たら怒られそうな勢いでね、適当に縫い付けて間仕切りを作りました。この挟まるね、緑の物体と超絶適当裁縫。自分の全てをね、表してるなと、なんか変な満足感を感じていたら、絵描きのね、友人が来てくれて、即興でこの家の妖精ですね、アンゲラスさんを描いてくれました。この家を守ってくれるね、アンゲラスさんのおかげなのか、この年は嬉しい悲鳴っていう言葉がしっくりくるぐらいね、大量の薪が手に入ったんですよね。そういうわけでね、冬の間は家の改修はほとんど進まずね、ひたすら薪作りしていたら春が来た。なんかほんとね、そんな感覚でしたね。でもね、そのおかげで薪棚も新たに増えて、この冬はかなり余裕を感じながらね、薪ストーブを使えていますね。で、そんなこんなで春先になると気温も少しずつ上がってきて、人間もね、虫と同じで暖かくなるとやる気が出てくると。そんな感じでね、そろそろこの物置暮らしから卒業したいなと、そんな気持ちが湧いてきて、以前から懸案だったこのボロボロの土台の交換にね、挑戦することにしました。はい。やばいな、この量。で、ちょっとね、一人で作業するのは不安だったんで、近所の先輩、マーシーさんにいつものようにね、手伝ってもらうことにしました。よう燃えそうじゃない。出てきたっしょ。でここまでは良かったんですけど、苦労したのがこの基礎石の形にうまく合わせるっていうことですね。上手な人から見るとね、他にやりようがあったと思うんですけど、自分たちはひたすら合わせては調整してというのをね、繰り返しました。あ、ほらほら、入ったよ。もう入った瞬間また抑えれてなかったわ。入った。やったー。やったー。正直素人がやったか丸出しなんですけど、元の状態を持ったら25倍ぐらいはマシになったかなと思います。ということで、土台がとりあえずマシになったんで、その上に部屋を作ることにしました。で、ここが今のね、編集部屋兼寝室になってくるわけですね。で、以前剥がした床板をね、そのまままた捨て張りに使って、断熱材にね、ホームセンターにあった発泡スチロールを詰めておきました。
で、これもね、こっからが大変でした。今思えば壮大なパズルにね、足を踏み入れたなと。まあ、どういうことかっていうと、とにかく家にある木材を片付けたいんで、置いてあったこの板をね、長さ別に切り分けるんですが、幅を調整しなかったんですよね。なので、どういう風に置けば一番労力を抑えられるか。いや、でもこう置くと色のバランスがとかね、そんなことを考えながら、かなり余計な時間をかけて出来上がったのが、こんな感じでした。結構ね、大変な作業ではあったんですが、蜜蝋を塗っているとね、見えてくるこの木目の奥行きの深さですよね。これは感動したけど、次床張るときは絶対幅揃えてやろうと、そんな決心を固めました。そんなこんなでようやくね、人間らしい住環境が手に入って、個人的にはすごくね、感動した思い出がありますよ。で、その寝室の手前にある玄関ですね。で、ここもね、一旦物を動かしてスッキリするとこんな感じですね。で、この玄関に関しては、家中にね、仮の足場で置いてあったコンパネがあったんで、これで穴を塞いで、一旦ね、ゴダを敷いて完成ということで、手軽な感じで終わらせておきました。とりあえず玄関ができたということで、続いてこの寝室を通った先にあるキッチンですね。ここがね、めっちゃ狭くて使いにくかったんですよね。もう完全にね、棚になっているこの冷蔵庫ですね。半ば押し殺されそうになりながらね、なんとか移動させることができて、これまで開けることのできなかったこの怪しい棚ですね。そして出てきた謎の鰹節削り器。おかか。さらにこの下段ですね。明らかに溢れ出るこの負のオーラですね。もうとにかく気持ち悪いんで、一旦壊しました。で、ここがすっきりしたんで、コンクリをってね、広く使えるようにすることにしました。で、その辺に落ちてるね、適当な板を集めて、また型枠とかを作っていくんですけども、かなり適当なんですけどね、枠を置いて、いつも通り結構大胆な感じで進めていきました。ご覧の通りね、めっちゃ適当なんで、いつも通りよく転がります。ただね、これ以上の失敗を過去にはしてますが、思いのほかね、不便なく使えているんで、ここもガタガタやけど気に入って今も使えてます。で、キッチンでね、作業をしだしたせいで、ホコリとかが舞い散るので、料理する環境がなくなって、どうしようかなと思ったところで始まったこの七輪飯のシリーズですね。家中ね、めっちゃ臭くなるんですけどね、この家にとってはこれぐらいがちょうどいいという、そんな気がしましたね。いろいろ焼いて食べましたが、やっぱり魚がうまいんやなと、そんなね、当たり前のことに気がつきましたね。うまいわ。最後はカマスバーガーとかいうちょっとよくわからんものを食べましたが、一つ言えるのは、炭火で焼いた長熟の粉は気管支に悪影響と、ということですね。夏の間はね、午前中は昼に左足を噛まれて血まみれ、午後からはムカデに股間を噛まれて激痛みたいなね、そんなひどい一日もありましたがね、こうやって気楽に七輪を使えるのはここのいいところですよ。そしてまたね、別のいいところはこの綺麗な顔ですよ。ほんとね、魂が現れるような気がするけど、一緒に来るのはいつものおっさんっていうね。
めっちゃおりそうやな。綺麗やな。この暗くなってからの日っていうとすごいな、いいな。いいね。あなたが綺麗に見える。これはええな。まあそんなね、田舎暮らしの良い面とこの現実。何の汚れかなこれ。やばいなこれは。キッチンがね広くなったんはいいんですけど、壁のこの全面に埋まっていることに気がついた大量のうんこですね。もうとにかく気持ち悪いんで、もうここは一旦全部外すことにしました。うんこもなくなって気分爽快と思ったのもつかの間、この壁の向こうに積み上げたね大量の廃材ですね。まあこれはちょっとね人間の住むところではないなとまあそんな思いでね、とりあえず片付け始めたのは夏の始まりですね。だんだんとね暑さがきつくなってきてて、もうヘロヘロになりながら片付けて出てきた結論は、もう置くところがないとまあそんなわけで目線を裏庭にやりまして、とりあえずね置ききれないゴミを置くために、まあゴミに近いよね廃材とかもあるんで、これを組み合わせてゴミでゴミ置き場を作れないかなというね思いつきですね。まあ、番線の縛り方とかね定期的に忘れるんで、まあ、大量にミスしながらね、なんかこう自分の人生でトップ3に入るぐらいこうなんか謎の楽しさがあった、まあそんな作品ですね。で仕上げはね喫茶店でもらったペンキを塗って一応保護と、まあ、こんな感じでね貯金残高の減少を表す、まあ、3部作みたいなものになってますね。まあ見た目は悪いんですけどね、これのおかげで北側の部屋にあったものは一通り片付きました。片付いたところでね、こちらも以前から気にかかっていたシロアリ被害の箇所ですね。まあ先輩とね一緒に交換したことで大体流れは分かったから、まあうまくやれる自信はなかったんですけどね、今回は一人でチャレンジしてみました。まあこんな感じでね、ひどいところも結構あってね、まあやらん方が良かったんかなとかね、思ったんですけど、まあなんとかね、やりきれたっていうのは一つ自信になりましたね。ということで、ようやくね、この北側の部屋にも板を張っていきます。で、ここで知り合いのね、倉庫に眠っている大量の開いた、まあこれがね、大活躍しましたよ。これを根こそぎもらってきました。まあ、この材料がね、結局軽トラ平積み3倍弱もあったんでね、本当に大助かりでね、この後の作業を進めるときにめっちゃ役立ちましたよ。で、まずはね、この北の部屋に板張りをしましたね。これでね、一旦キッチンから始まったこの物語も一段落っていう実感があって、次はこのキッチンをね、使いやすいようにもらってきた板を使って棚を作ろうかなと思い立ちました。この棚作りもね、個人的には楽しい作業でしたね。で、ある程度ね、収納もできるようになって、この辺りから生活のしやすさがね、一段上がったっていうね、そんな感じがしましたね。そして、勢いそのままにこのね、もらった板を使って、真ん中の部屋ですね、板張りを進めていきました。
これでね、家の面積の8割ぐらいは安心して歩けるようになりました。で、この辺りからね、とりあえず部屋もこれ以上あってもなっていうね、一種の満足感があって、気晴らしを兼ねて向かった大阪ですね。相変わらずクズみたいな暮らしとんだよな。お前やお前や俺はもうちゃんとまっとうに畳いる畳いるそんな意味のわからん展開でね、畳をもらえたんで、これをね、一旦ゴザでお茶を濁した玄関に敷いてみることにしました。ちょっとね、いろいろ小細工は必要だったけど、畳と一緒にね、押し付けられたタンスも意外な大活躍をして、昭和な部屋が出来上がりましたよ。で、玄関ついでということでね、この空いていたスペースにもともと入っていた引き出しですね、これを修理してはめ込んで、またさらにね、片付きましたよ。今年の後半はね、収納の大切さに深く気がつきましたね、本当に。そんなこんなで今現在に至るわけですね。今年もね、全然進まなかったような気がしていたんですけどね、やっぱりこうやって振り返ってみると、そこそこやってきたなと、編集してみてね、精神的にも良かった気がします。実際ね、この家を触り出して2年以上経ちましたが、ありふれた言葉になるんですけどね、本当にみんなの応援があってやり続けられると、そういう風にね、日頃思ってますんでね、今後もよろしくお願いします。そんな感じで、今年終わらせてもらおうと思います。皆さんがね、良い年末年始を過ごされることを願っております。それではまた。